今は亡き家康が江戸城に入ってからすでに30有余年、大阪城に豊臣秀頼が滅び去ってからすでに8年。江戸は三代将軍家光の権勢とともに目を見張る繁栄と発展を見せている。だが日本橋からに甲州街道と青梅街道に分かれるこの辺りはまだ内藤新宿とは呼ばれておらず、たくましい新海地の様相を示していた。ここを新宿と呼ぶのはこれよりまだ数十年先のことである。なんと変わったもんでございますな。手前が江戸へ参りましたのは関ヶ原の合戦の後でもう20年以上も昔になります。その頃はこの辺りはもう草ぼうぼうで軒の低い民家が数えるほどしかありませんでした。やっぱり将軍様のお膝元だからですね。はい、そういうことでございますな。お、わかったか。はい、お屋敷は本所というところにあるそうです。本所？江戸の本所というのはどの辺であるの？大体の道順は聞いてまいりましたが、まだだいぶあるそうです。日本橋より向こうか？ずっと向こうです。そんなに遠いのか。江戸は広いからの。私なら大丈夫ですけど。いえいえ、しかしそろそろ日も傾いておりますでな。夜分遅くお屋敷へ伺うのはどうかと思われます。八重様、秋元殿、こうしてはどうでしょう。私がひとまずお屋敷に伺い、八重様が江戸へ参られたとお知らせする。八重様には明日お屋敷の方へ上がってもらってはどうでしょう。お屋敷の方のご都合もあろうかと存じます。その方がかえって良いのではございませんか。なるほど、それも筋の通った申しようじゃ。そうしよう、そうしよう。いや、しかし健介、お前はまだお屋敷には一年式もない。前もってのご一緒ならわしが行った方が良いと思う。そうしよう、そうしような。八重様、そういたしましょう。私はどちらでも構いません。となると早速にお宿を決めねばなりませんな。だがこの辺りに旅籠などはあるでしょうか。これだけ旅人が行き交うのじゃどこかにあるじゃろう。もしご浪人様、ちょっとお邪魔いたします。失礼でございますが、ご浪人様はこの土地のお方とも見えませんが、江戸からお出かけのお方でございましょうか、それともよそから江戸へお入りのお方でございましょうか。江戸から来たものでもないと言って江戸へ行くものでもない。無論この土地のものでもない。とおっしゃいますと？自分でもわからん。ご冗談ばかりを。冗談ではない。これから別にどこへ行こうという全く当てのない男だ。だがどうしてそんなことを聞く。ここに長くいては迷惑が。いえ、めっそうもございません。ただそろそろ日も傾いておりますし、もしまだ今夜のお宿をお決めになってらっしゃらなければお世話いたしたいと存じまして。宿はまだ決めておらん。手頃なところがあればどこでもよい。この店は旅籠も兼ねているのか。いえ、ここではございません。手前どものごく親しいところで。要するにお前は客引きか。恐れ入ります。でもごく静かな良いところで素人のお宿でございますから、かえってその方がよろしかろうとも存じまして。何でもいい、お前に任せよう。ありがとうございます。おい、およし、およし。はい。このご浪人様をお宿へご案内しておくれ。釣りは取っておいてくれ。
これはありがとうございます。およし、さあ粗相のないようにご案内を、はい、どうぞこちらから。その方が近うございます。どうぞごゆっくりお休みくださいまし。いらっしゃいまし。さあどうぞ。いやいや、つかぬことを聞くようじゃが、この辺りに旗子はないだろうか。何をしてるんだ。いや、何をしてるって兄貴、見えるでしょ。あそこに飯屋があるけど。飯屋がどうした。こんなもん珍しいか。おお、それは好都合じゃ。助かる。いいえ、手前どもこそありがとうございます。何分いろいろと昔お世話になった方がお困りのために少しでもお手伝いしようと思いまして、それで古い建物でございますが、お気兼ねなくお休みになりましょう。ただいまご案内をいたしました。いやいやいや、それをな、外に待たせてあるのでな。では。いらっしゃいまし。いらっしゃいまし。飯をくれ。波でいい。お三人様で。いや、一人前でいいよ。一人前でよろしいんで。そうだ。では後のお二人様はお酒か何かを。違う。三人で一人前でいい。早くしてくれ。三人様で一人前。三人で一人前ね。飯代足りなければ俺今夜働いて何とかするけど。そうじゃねえんだよ。お前たちはこの何年かの太平のうちに体が全くなまってる。江戸入ったんだ。少しずつ体を元に戻さなきゃなんない。そのための三人で一食だ。明日からはな、三人で一食を2日に食い延ばす。3時鳴らしていく。お願いします。こんばんは。素人宿と聞いたが。はい、うちの旦那様が昔お仕えしたお侍様の親方です。主人は武士か。江戸に徳川様がまだお見えになる前だそうです。それは古い話だ。お客様です。お願いします。おお、よくぞ見えられた。さあどうぞお上がりくだされ。じゃあお願いします。あ、ご苦労であった。ようお越しなされませ。おすすいお使いくださいまし。江戸にお見えでございまするか。江戸も変わりましたことでございましょう。日ごとに賑やかに大きくなる。結構なことでございます。しかし変わったね。俺たちがこの前来た時にはよ、こんなところ一面の原っぱだったぜ。そうそう、あれは確かね。大阪の合戦が始まる前だったよな。巧妙を手柄を立てて偉くなろうと張り切ってたけど、結局のとこは元の木阿弥だね。おい、ここじゃねえか。そうだ。老中酒井忠勝。ここを探る。二人とも待ってろ。油断するなよ。いやー、さすが兄貴だね。完全な忍びになりきってんね。俺たちも早くそうならなくちゃね。腹の減り具合だけは昔の忍びになってるけどね。3人で一人前だってな。あら来た。お頼み申す。お頼み申す。老中の屋敷にあんな田舎侍が来るとはね。そういう俺たちも田舎にいんじゃないよ。反省しなくちゃね。何用だ。夜分遅く申し訳ございません。信州上田の八重様をお守り申してまいりました。そうお取り次ぎくださいまし。信州上田の八重様と申し上げればお分かりのはずでございます。ありがとうございまする。さあどうぞお上がりくださいまし。後からもう一人見えます。よろしくお願いします。
行き届きませずお許しくださいませ。おかげさまで奥にもお客様が見えましたので。造作をかける。静かなところでございます。かなり古い旧家のように思われますが、由緒ある家かもしれません。三左衛門はどうしているでしょう。ちょうどお屋敷に伺った頃かと存じます。ねえ、大名屋敷も変わったね。今の方が大きいけど簡単に入れるよ。わけないよ。酒井って男はそんな偉かったか？いや、よくは知らんけど、やっぱり運が良かったんだろうな。徳川に仕えて三河以来の生き残りだからな。兄貴が言うにはな、ここを探れば徳川の大抵の動きはわかるってんだから、大したもんだよ、酒井忠勝ってのは。秋元三左衛門。その男はわしに目通りを願い出ておるのか？はい。知らん。わしはさような男を知らんぞ。はあ、それは当人は信州上田の八重様をお守りしてまいったとそう申しておりまするが。何？信州上田の八重様？信州上田の八重様とはどちら様のことでございますか？いや、何でもよい。とにかくその秋元三左衛門とやらを邸内に留め置け。はい。それと信州上田の八重様は今江戸のどこにいるかすぐ聞き出せ。はい。信州上田の八重様とはご公儀の対面に関わることだ。そのつもりでおれ。近う寄れ。お待たせいたした。秋元殿の突然のお尋ねに殿も驚かれるやらお喜びやら。さようでございますか。して秋元殿。はい。その信州上田の八重様は今江戸のどちらにおられまするか？八重様は角はずの近く、街道の追い分け。おお、最近あの辺りは賑やかになりまして。はい。その土地の者に紹介されました宗方と申されるお方の屋敷にお宿を取られております。追い分け近く宗方屋敷。秋元殿は遅うございますな。すっかり夜も更けました。そちらにございます。結構なご志向。見知らぬ旅の者に一夜の宿を貸すような御仁とも思われぬが。何事も過ぎた夢にございまする。夢？何事も浮世の浮き沈みでございましょう。結構なお手前でござった。どうぞごゆるりとお過ごしくださいませ。
ご用の説は何なりと。ご浪人様、お居心地はいかがでございましょう。お気に入らぬことがございましたら手前にご遠慮なくお申し付けくださいまし。気遣いは無用だ。良い宿を世話してくれたと思っている。それはありがたいことでございます。案内してくれた小女がここの主はお前の昔の主人とか申していたが。はい、世が世であればこの辺りのご領主様でございます。領主？はい、昔はこの辺りを支配されていたお家でございます。大御所家康公が江戸にお入りになった折、大勢の人手を差し出し、何かと徳川様をお助けになりました。しかし今から考えてみますと、お人がいいためまんまと徳川様に騙されたのでございましょう。必ず旗本に取り立てるという約束だけで広い田地田畑をことごとく取り上げられ、いつの間にか口約束はほう同様。いえ、その手前は何も徳川様の陰口を聞いているつもりではございません。こちらの旦那様も決して徳川様をお恨み申しているわけではございませんで。気にすることはない。俺は見る通りの浪人だ。徳川の家にも公儀にも何の恩も恨みもない。お前が徳川にどんな悪行増言を吐こうが告げ口をするつもりは少しもない。はい、そのついおしゃべりをしてしまいお許しくださいまし。この日本の国を己一人の権力の下で抑えようとする。そのためには大勢の人間を泣かせたはずだ。いや、今もこれからも泣かせていくだろう。お前にとって普通の人間にとって世の中とは住みよいものであればよい。だが徳川にとって世の中とはただ将軍一人のものでしかないのだ。飯がいっぱい欲しいよ。なんだろう、急に大勢。兄貴はどうしたんだ？兄貴、どうだった？心配してたよ。それより何か異常はなかったか？異常って？大勢の侍たちがね、走り出てった。それだ。どっち行った？どっち行った？あっち。バカ野郎！それだけでわかるかよ。お前たち何のために二人いるんだよ。どっちかがつけなきゃ何もなんだろ。そう言われりゃね。その通りだよな。お前ら誰も。この近くの宗像という旧家の屋敷だ。その辺りであろう。よし、手分けして探そう。探せ！ご浪人はもうお休みになられたようだが、離れの方はまだお連れが見える。もう少し起きておりましょう。いや、わしは起きてる。もう遅い。お前休みなさい。いいえ、大丈夫でございます。お釣りが見えたようだな。さあ、進み早く。
はい、ただいま。追い分けの宗像屋敷というのはここか。はい、私どもでございます。そうか。よし。違ったようでございますね。まあ、お連れではないような。なんじゃろう。川島殿、宗像屋敷というのが分かりました。この先、代々木八幡へ行く途中の休暇です。よし、すぐみんな集めろ。宗像屋敷か。先回りする。急げ。ここだ。兄貴、ここに誰がいるんだい？わからん。とにかく誰かがやられる。老中堺の屋敷で侍一人殺されたんだ。お前らやってるよ。誰だ？ここの主とも思えぬが。老中堺家より打ち手が参る。それを知らずに。老中堺、何のためにだ？これは一人。侍が一人殺された。ちょっとごめん。六郎と様、運転か。これは意外だった。それがしも全く意外。ここに六郎と様がおいでとは。お探ししましたぞ。至聖天に通ずるとはこのこと。ありがたいことでございます。お久しぶりでございます。で、老中堺がどうかしたのか？あ、それでござる。六郎様、何かお心当たりは？いや、ない。俺が今夜ここに泊まっているのは街道追い分けの居酒屋の世話だ。追い分けの居酒屋？はあ、あの店ならなんと拙者も入りましたぞ。これこそまさに天の廃材。いや、それより老中堺でござる。信州上田の八重様と申すお人の使者が老中邸で騙し討ち同然の目に遭い、非業の最後でござる。追っ手が大勢やってくるゆえ、それがし知らせに参りました。その者たちはこの奥にいる。どなたですか？誰でもいい。すぐにここを立ち退いた方がよい。なぜです？老中堺の屋敷から打ち手が来る。使いの男はすでに殺された。この男が見てきた。事情があって堺の屋敷にいたが、間違いなくこの目で見た。そんなはずはありません。秋元殿がお屋敷で殺されるなんて。八重様はお墨付きをお持ちです。お墨付き？そうです。千の将軍様秀忠公直々のお墨付きです。八重様、何の墨付きだ？関ヶ原の合戦の折でございます。千の将軍秀忠公が大軍を率いて関ヶ原へ赴く途中、信州上田で真田の軍勢に行く手を遮られ、思わぬ苦戦をなさいました。それは俺も聞いている。上田の城一つ攻め上ぐんで関ヶ原に間に合わず、家康からこっぴどく叱られそうだ。秀忠公は焦って一日帰化の大名たちを特選して回っておられた折、思いもかけぬ真田方の伏せ勢に襲われたのでございます。まことに危ういところをこちらの八重様のお父上、上田の豪族深沢七郎兵衛様が身をもってお救いになったのでございます。八重様がちょうど生まれたばかりの時でございました。秀忠は何の墨付きを与えたのだ？七郎兵衛様の死は無にはせん。八重様ご成長の暁には
必ず徳川家に迎え入れると。じゃあこの人は将軍家の姫君になられるわけか。そのために江戸へ出てきたのか。違います。違う。ではなぜその墨付きを持っているのだ。お返しに上がろうと思ってきたのです。返すって徳川家のお姫様になれるこのお墨付きを返しにか。はい。なぜだ。自分の生き方は自分で決めた方がいいと思いまして、その方がお墨付きよりも大事なことのように存じまして。そうか。自分で決める生き方の相手とはその若者か。気に入った。お墨付きがどんな大事なものか知らんが、惚れた男と女が一緒になる方がよっぽど大事なこと。しかしひどいじゃありませんか、六郎様。老中は詳しい話を聞こうともしないであの侍を殺し討ちとよこしたんですよ。千の将軍秀忠が名もなき豪士に命を助けられた。それが表沙汰になるのを恐れたのが一つ。もう一つはこの屋敷の主と同じだ。この屋敷の主と同じと申しますと。先祖代々の土地を徳川にまんまと騙し取られ、昔の約束はそのまま忘れ去られてしまった。ひでえ話だな。だからこそ天下を取れた。それだけのことだ。来ました、侍たちです。今さら申し立てても無駄だろう。ただその紙切れ決して返す。何事でございましょう。何者だ。他人の屋敷に土足で踏み込んだ貴様たちがそれを聞ける筋合いか。何。酒井忠和に伝えておけ。将軍家光に伝えておけ。20年昔30年昔の一枚の書きつけ、一つの口約束を守るのが武士のたしなみだとな。おのれ、なんたる暴言。討ち取れ。屋敷の主はどうした。どうした。しっかりしろ。目をやられたのか。とりあえずすぐ冷やすんだ。ご浪人様、相手はご老中です。このままで済むとは思えません。分かっている。運転。主をここから移す。居酒屋の亭主を呼んでこい。影老師、太郎。3人で一人前の飯を食ったあの居酒屋の親父をすぐ呼んでこい。かしこまって。そうろ。六郎様、これからどうなさいますか。
お痛みになりますか？居酒屋の親父、遅うござる。どうも遅くなりました。やはり江戸で一番の目のお医者様といえば玄友様だそうで、ただお年寄りの先生ゆえこちらから伺わねばなりません。運転連れて行け。承知しました。元はと申せば私どものため。その私どもがここにお邪魔していてよろしゅうございましょうか？何をおっしゃいます。ここは手前女房の実家。ご遠慮なさることはございません。それにうっかり表を歩いてみろ。どういうことになるかわからんぞ。老中の動きを今影老中と太郎が探っている。それまで六之助様にはお任せしとけ。どうしていいのか迷ってるらしいぞ。そういうこと。しかしなんだな、久しぶりにこの忍びの術を使うと昔を思い出すな。まったくよな。いやいろんなことやらされたよな。大勢の仲間は死んだしな。なんだかんだ言っても結局儲けたのは徳川だけだよ。徳川にとって大事なのは天下を取るために汗水流して働いた者たちではない。ただ己の手にした天下を守ることだけだ。そのためにはこの書きつけは今一文の値打ちもない。はい。私もはっきりそう思いました。だがこの一枚の紙切れがお前たち二人の一生を守ることができる。いや、あの主を守ることもできる。どのようにしてでございますか？それは俺が考える。それまで預かるが依存はないか？ございません。あなた様にお預けいたします。でも恐ろしいことでございます。仮にも千の将軍様のお墨付きが八重様のお命を奪おうとするなどとは。それが将軍の座というものだ。己を守るためにはたとえ同じ将軍の子であろうとその命を狙うだろう。まさか。あなた様は本当はどなた様でございましょう？見る通りの浪人者だ。行くあてもないただの浪人者だ。秀太郎、心配はいりませんよ。いかがでございましょうか？はっきり申して必ず治るとは言えん。だが全く絶望とも言えん。とおっしゃいますと？あの目は傷ついて塞がったものではない。見えなくなったのは別の原因がある。だがその元の治療をするにはあまりにも年月が経ちすぎてしまっている。もし
何かの気持ちの上なりとも大きな衝撃があれば、あるいは元に戻るきっかけになるかもしれん。それは例えばどんなことでございましょう？それは何とも言えん。それにあの体ではそのような大きな衝撃に耐えられるかどうかも問題じゃ。この何年お心の休まる人ってなかったのですから。どのようなお人なのかな？いえ、猿長者の若奥様でございます。おお、そうか。ではごめんくださいまし。今朝ほどお願いに上がりましたもので、手前主人の目を見ていただけましょうか。おお、通しなさい。はい。さあさあ。よく無事だったな。運転さんも。こちらへ、早くこちらへ。姫宮様、運転さんです。運転さん。若様。姫宮様、お久しゅうござる。運転さんもご無事で。これは一体どうしたことだ？運転さんもどうして江戸へ？それが六郎太様と一緒でござる。六郎太様と六郎太様、どこにいらっしゃいます？危なござる。お撃じゃ。激しい衝撃のようじゃ。六郎太様。老中が途上の支度を始めました。そうか。影老寺が引き続いて見張っております。上様にお目にかかる前に大御所秀忠公にお目通りいたす。遠回りの者に間違わぬに申しとけ。はっ。騒ぐまい。声を立てればお主の胸板に小塚が飛ぶぞ。何者だ？何をあっての水産じゃ。千の将軍秀忠が紳士上田の豪子の娘に与えた書きつけだ。お主にも心当たりはあるはず。その方、そのお墨付きをもって大公儀をゆすろうと申すのか？仮にも何万石を利用し老中とか名乗る身になったんだ。ゲスの考えは捨てろ。何？動くな。動けば三河以来の生き残りも今日で終わろう。その娘はこの書きつけがなくても生きてゆける。そのために江戸へ出てきた。だが貴様たちがその気持ちを踏みにじった。娘は江戸を去る。だが追うな。追えばこの書きつけを俺が天下の晒し者にする。もう一つ、娘に一夜の宿を犯した宗像屋敷の主に一切手を出すな。出せばこの書きつけが堺忠勝を天下の笑い者にするだけだ。その約束を守るまでこれは俺が預かっている。確かにそのお墨付き、その方が預かって表沙汰にいたさぬと申すのか？俺は20年前30年前の約束をただ一遍の方にするような真似はせん。動くだ。動けば動いた時の約束通りにするぞ。
ああ、もう疲れたよ。腹減ったな。あげろうじ、太郎。いやあれ、兄貴どうしたの？ねえ、この綺麗な人たちどこでやったの？どうして探したの？そんなことより六郎様はどうした？いや、それがね。先に帰れって言うから。何？バカ者！では今六郎太様はどこに？老中も将軍もお前たちの顔は知らん。20年前の書きつけは消えたものと思え。ありがとうございます。二人で幸せに生きろ。死んだ者は帰ってこんが、それが何よりの手向けとなるだろう。はい。これで別れる。二度と再び会うこともあるまい。だ、早く行け。お差し支えなければお明かしくださいまし。あなた様はどこの何とおっしゃるお方でございましょう？名乗る必要もない。名乗っても意味のない男だ。霧が深くなってきた。早く行け。一人来て一人歩み続ける秋月六郎太。その生い立ちの運命を六郎太は変えることはできない。ただ己の生き方を歩み続けるしかない。江戸の町に夜の霧が深く重く流れている。秋月六郎太はその中を一人歩み続ける。次回運命闘技、のんきな忍びの二人組が江戸で出会った豊臣方の戦友から持ちかけられた秘密、大阪落城とともに消えた軍用金の謎、六郎太の隣に住む娘の父親が刺客に襲われ最後の時、娘に託した絵図面をめぐって欲望に渦巻く剣に潮が飛ぶ。寄るべない娘を助けて六郎太が生めかしい三国屋敷に乗り込んで悪の司会と対決。次回100万両の遺産にご期待ください。